これを見たらフェミニストがもう焼くんじゃないかっていうぐらい本当ですね。超でかかった。あの時すごい衝撃を覚えた記憶があるんですよ。あそこの景色からどういう日本をこう織田信長は想像していたのかっていう物思いにふけてみたいですよね。ブーンっていうのを鳴らす。城だっていう気持ちが高い。エモくなれる。エモくなるですね。どうも三上ヘンリー大地です。本日はですね、三上ヘンリー大地行ってみたいお城3選ということでですね、お話ししていこうと思います。どうぞ、お手すきの方はご視聴いただければというふうに思います。よろしくお願いします。そもそもなぜお城好きなんですか？弘前のすぐ近くで生まれてるんで、城っていうのはすごい身近だったし、あの中の景色だけ一つタイムスリップしたような感覚になるんで、なんか好きですね、城は。じゃあ弘前城以外のお城にもやっぱり興味を持つように。興味持ってるし行きたいんですけど、行ききれてないんですよね。だからなんかこう旅とかでバーって行ってなんかお城あるとか、なんか城の跡っぽいとこあるなとかってなったら全部こう今 Google マップでピン刺ししてますね。そうなんです。だから試合が終わるたんびにいろんなところに旅行行こうっていう計画立ててるんですけど、そのたんびにその Google マップでピン刺ししたところはここだったな、じゃあ今回はここ行こうとか、そういう風にやってます。だからどんどん多分話のネタが増えていくかもしれないですね。ですよね。めちゃくちゃ城巡りする予定なんで、すごいですよね。つい最近では鶴ヶ城行きました。鶴ヶ城、福島のね。じゃあもうやっぱ行ってるんですね。そういう時間がある時ね。行ける時は行くようにしてます。てか行きたい。ずばりそのお城の魅力って何ですか？だからタイムスリップできる感覚っすよ。その感覚なんですか？そうは私はすごい好きですね。ああこんなところで城攻めしたら大変だなとか何人死ぬんだろうここでとか、だから結構天守閣に行くまでまっすぐな道になるわけがないんですよ。だってそうやったら敵に攻め込まれちゃうじゃないですか。だから大体ねこうやってグワーってこういう感じで天守閣に行くようになってるんですよ。そんな中でこう銃を撃つためのコマド、あの名前なんていうのがちょっとど忘れしちゃったんですけどがあって、そこでバン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 って撃ってるって想像したら、なんかここを攻め入るやつらの気持ちって超憂鬱だなと思って。確かにね。そうっていうのをまたね当時のその地形を見ることによって、城攻めをする人とか、城内で暮らす人のその心情みたいな。なるほど。こういう感情になったのかなとかっていうのを思いながら、昔は大変だったなって思うのがすごい楽しいですね。なるほど。昔の人に失礼かもしれないけど、城の中に大体美術館だったり展示場みたいなのがあるんですよ。そこのなんか年表とか展示物の由来とかをこう見るのが結構好きで、この間中尊寺金色堂行って、でそこの年表に藤原家のこう家系図みたいなのを書いてるんですけど、男の名前はこうやって書いてるんですよ。ただ女の名前だけ女って書いてるんですよね。藤原のニャラニャラ女で藤原の何々がこう生まれるみたいな、どれだけ女がもうなんか扱いを受けてたのか、その当時平安時代。それは何？女ってその名前の女って感じじゃなくて女なのってこと？すごいね、それは。すごいでしょ。これを見たらフェミニストがもう焼くんじゃないかっていうぐらい。本当ですね。もう人権ないじゃないですか。そうだからそういうのも見るとなんか面白いですね。昔ってこういう価値観だったんだなっていうのをこう生で見れるから。だから年表とかは面白いし、昔はこういう風な価値観でもってこういうことしてましたっていうのを。例えば枕はこういうのを使ってましたっていうんで、昔本当に使ってた枕がバンって置いてあったりするんですよ。すごいこう掘り起こされてボロボロなんですけど、こんなんに寝てたのみたいな、買ってよみたいなと思いながらやるのがすごい楽しいです。エモいんです。エモいってことですね。エモいです。一つ目は姫路城ですね。姫路城一回行ったことがあって、でその時は改修工事してたんですよね。でなんかこうすごいこう覆ってて姫路城全体をなんかバーって段ボールに入れましたみたいな感じで覆い方してたんですよ、で姫路城の栄光って書いてて、いやこれ実際だったら相当でけえぞって思って、弘前城じゃないですか、私のすぐ近くが、弘前城の規模感、お城ってこういうもんなんだっていう前提知識
を持ったまま姫路城行ったらすんごいでかくて、これが改装終わったらどうなるんだろうってすごいワクワクした思い出があるんですよね、でもう一回ちょっと行ってみたいなっていうふうにすごい。それぐらい違うんですか、規模感。超でかかった。弘前超でかかった。あの時すごい衝撃を覚えた記憶がありますね。改修工事が去年だか一昨年だか終わったみたいなのを見たんですよ、はい、ちょっと行ってみたいですよね。終わったのかな分かんないけど、2024年終了するって言ってた。今年って2024でしたっけ、はい、じゃあまだ終わってないのかな。とりあえずその改修工事が終わった姿を見てみたいですね、姫路城の。はい、2つ目は岐阜城ですね。あれです、織田信長の旧稲葉山城ですね。はぁみたいな顔しないでよ鬼武者3で岐阜城に入るんですよ、はい、で岐阜城に入ってエレベーターがあったんですよね、岐阜城に、鬼武者3では。本当にエレベーターがあるのかっていう好奇心が今すごい強いんで、はい、岐阜城行きたいですね当時ありえるんですか、時代的に。いや分かんないです。でも鉱山で調光器みたいなの使ってましたからね。なんか今でもあるのかな。なるほど。ちょっと 見たいです。それが本当にあるのかどうか。まあそれ調べればいいだけの話なんですけど、はい、私それちょっとしたくないんでちょっと現地で行きたいですね。なるほど。実際に目で見たいと。あとはあそこのやっぱ織田信長が天下を望んだ岐阜城ですから、はい、有名なあそこの景色からどういう日本をこう織田信長は想像していたのかっていう物思いにふけてみたいですよね。3つ目は武田城跡ですね。武田城跡、日本のマチュピチュって言われてるんですよ、武田城跡、はい、タイミング良かったら雲海がこうやって広がってて、はい、めちゃくちゃ景色が綺麗で、こういう感じだったんだっていう、こういう歴史があったんだっていうのをちょっと学んでみたいですけれどね。でも現場に行くまでにちょっとある程度の下調べをして行くとなおさらなお楽しいんですけど、はい、行く前にそういう下調べがしたいですね。やっぱ適当な時間にパッて調べても忘れちゃうんで、じゃあ武田城ってどういう歴史があったんだろうってこうバーって調べると面白いです。こういうとこでこういうのがあったんだなとかね、現場でこう確認できるんでより歴史が深まるので、まあこの3つですね。はい。でも自分はそうなんですけど、城に行ったとしてもへーみたいな感じで終わっちゃうんですよ。まずホラ貝を頭の中で鳴らしてくださいホラ貝を頭の中で鳴らす、ブーンっていうのを鳴らす。犬夜叉の音楽わかります？デレレレレデレレデレレデレレって言ないですか、あれを流すとすごいこう城に入ったみたいな、城だっていう気持ちが高い、エモくなれる、エモくなるですね。ここ大河ドラマの中にこう入っておすすめです。ホラ貝をまず鳴らす。なるほどね。ちょっといいかもね、それ。でしょ？雰囲気作る。雰囲気作るってことだね。城にマッチした曲をね、自分の中で選曲するのも大事です。なんか大河ドラマのオープニングとかでもいいし。私はその歴史好きが高じて、お城もねすごい好きになったので、まあ皆さんも私の動画をきっかけになるのかどうか分かんないですけど、ちょっとね近くのお城に行ってエモい気持ちになっていただければどうかなというふうに思っております。はい、ということでですね、本日三上ヘンリー第一行ってみたいお城3選ということで、おしゃべりさせていただきました。非常に知識乏しい、若輩者の三上ヘンリー第一でございますので、何かご指摘があればぜひコメントしていただければ幸いです。はい、ということでまた次回もぜひお気づきの際に動画をご視聴いただければ幸いです。ありがとうございました。またね。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。じゃあじゃんけんしますか。このじゃんけんで、勝つか負けるかで幸せになるか不幸になるか分かれるんで、どっかで勝てばちゃんと幸せになれるってことでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。うふふ